苦労してるやろマックス。これもこれ時間めちゃくちゃかかってんねんねこれ。西は重い荷物持ってきてくれてるから。はい、いいですか。はい。ウパフチャンネル仮です。西安です。たっちゃんです。今回は、ウパフの2011年についてちょっと話していきたいかなと思います。2011年は僕が初めてウパフに参加した回になります。西ちゃんが初登場したボランティアで参加してくれた2011年は、日にちは2011年8月5日から7日と12から14の金土日ね、合計6日間で13カ国37作品の生きる作る映画、このウッパフの、テーマに沿った映画を上映しました。2011年っていうのは皆さんご存知の通り、3月に東日本大震災っていうのがあって、福島第一原発の問題とかがあって、この2011年の映画の中でもその放射能の被害に関わるような映画っていうのがいろいろ上映されたっていう形ですね。例えばこの10万年後の安全、要は核廃棄物をどうやって処理しましょうかっていうところで、核廃棄物10万年後になったらそもそも今使ってる言語が通用するのかっていう問題もあって、じゃあどうやって核廃棄物が危険なんだっていうのを未来の人に伝えようかっていうのでいろいろ悩むっていうようなところの内容の映画になっていると。この映画各国で話題になったっていうのもあるけど、この震災の年やったっていうのは、この後渋谷とかアップリンクやったかな、どっかとかいろんなところで僕も東京帰ってきてから見ましたね。だからそれをあの場所で見れたっていうのはなんか良かったなってすごい思います。これアムステル映画祭と違うの、スペアクアムステルダム映画祭行ったんですよ。関係ないけど僕の出てるスペシャルアクターズっていう映画、この前行ってたんですよ。上田慎一郎監督の。なるほど。はい、すいません。やっぱり目玉はこれですか。いやもうこれは俺がいたアヒルの子、これはね、見てる中で小野彩香監督って僕はすいません当時はちょっと知らなかったんですけど、その後役者やってたらいろんなところで耳にします。やっぱりすごいこれからの監督で、多分これ20代か卒業制作ぐらいで撮った作品だと思うんですけど、この映画の内容がね、もう まず見てほしいんやけど、えぐいというか、この小野彩香監督のもう本当ここにも書いてるんですけど、自分をさらけ出して映画を撮る、こんなドキュメンタリー見たことない。確かに見たことない。もうオープニングからすごかった。なんぞお前の顔は。私は5歳の時に父さん母さんに捨てられたと思っとったんよ。あんたが言うたことで相当どんだけ苦しんできたと思ったの。別に死んでもいいじゃん。それもまた私の選択の一つよ。一生苦しむよ。一生苦しめばいいや。自分だけつらいもんなんや。バカだな。それだからさ、あれとか、こんなドキュメンタリー見たことなかったんで、僕も衝撃でした。で内容も衝撃です。そんな映画で言ってええの、家族大丈夫みたいな、よく家族の方が出てくれたなってね、一番やっぱ印象という意味では残ってますね。でちょうどその日の前に今回ある赤い風船っていうのと白い馬、すごく古典的な名作らしいんですね。これはね、確かになんかこうお母さんと一緒に子供が見るような部分もあったりとかして、すごいこう綺麗な絵とかのなんとなく覚えてて、この後のアヒルの子で全部吹っ飛んでしまったんですけどこれもね、マックスとかすごい玲子さんが言ったから、光と影の狭間で囚人の人のラップとかやってるようなブラジルの映画、長かった150分でも、これドキュメンタリーだけどなんかドラマチックやったイメージ。
Eu tô aqui há 1 ano e 5, 1 ano e 2 já aqui dentro. Eu vim de uma cadeia, ele veio de outra. E por um acaso, ou destino, ou plano de Deus, a gente veio se encontrar aqui. これもおすすめしてるナースファイターボーイ。これナースとおじさんっぽい。そうの交流やね。 I fight. You fight my whole life, but I'm looking to do something different now. Can't sleep, huh? No. Oh, I wish I could be home with you right now. Go for it! I don't want you fighting, but the next time. 被爆者と僕の旅。これね、日本の映画で60分のドキュメンタリーか。僕が覚えてるのは、世界の人って日本が原爆を落とされたことをそんなに知らないというか、僕らは小学校から裸足の弦とか、あと学校の授業で習ってるから、もう当たり前のようにみんな知ってるけど、これなんか各国回ってる時に、何それ原爆って何とか、日本落とされたのにやり返せへんかったんとか、なんかそういうのでそんな感じなんやって。僕覚えてるのはこのウパフにもよく来てくださってる中村監督。あ、はいはいはい。この倉吉っていう映画を覚えてますね。うん、なんか写真をいっぱい撮ってそれをつなげて映像にするみたいな。世界初公開って言ったこの時に。あ、世界初公開だったんだ。この時来られてましたよね。だから毎年来てくれて、そうですね。あんまり見たことのないような映像だったんですごい印象に残ってますね、これは。短編特集で俺覚えたボデガ。あ、僕もボデガ。これはすごい、これもね面白かった。これアメリカやね、ニューヨークブロンクス出身のヒップホップビデオ。なんかね、とりあえず俺らはこの街でボデガを知らんやつはいない。みんなボデガで育ってるんや、これを食うてるか、この店で何でも揃うんやみたいなことをラップユーモアたっぷりに指摘。食文化とかやってるから食い物かな、食い物ね、食い物やったかなみたいなもんだ。ボデガって言ってないでもね、そのブロンクスやったと思うけど、その街がすごくこう映って、なんかね、やっぱり黒人の人が撮る映画って跳ねてるっていうか、なんかね、スパイク・リーとかもそうかもしれんけど有名な、なんかそういうのをすごく改めて思ったの。なんかうねってるっていうか孤独なクレーンっていうのもこういう綺麗な映像の短編映画とかも結構好きです、好きな、やっぱさすがね、これはなんか確かにあった、遠いところからクレーンをなんか映しながら感じるみたいな、ビルの上にあるようなすごい高いところにあるクレーンから見た映像とか、とても綺麗な映像ですね、これは。そういうのはね、やっぱりそういうの好きな人ってウパフ合うよね。そういう映像が綺麗な映画っていうのもちょくちょく上映されてるので。そうね。デフの方の映画も2011年だったかな。このラップの映画。あ、ローアの方のラップやね。そうやそうや、字幕がバーって出て、そうそうそう、無言のラップなんかそういうキャッチフレーズだったよね。これも短編やったよね。そうですね、これも短編映画。ユース若者のやつかな。そうやな、ユース企画のやつやから。いや、すごかったよね、これも。という感じ、割とだから僕は2011覚えてますね。この時からなんかこうウパフも色がすごい出たんちゃうかなとか思う感じです。なんか いっぱいやってるなみたいな。まあさっきの10万年後の安全日シャンが語ってる時に俺言おうか言わんでもいいんかなとか思ったけど、日シャンはスタッフとして中心にやってくれてるんやけど、震災があってから毎週仲間たちとボランティアに福島、宮城とかその向こうの方にほんと毎週行ってるんです。でだからさっきの俺なんかその10万年後の安全の話を聞いてる時に、まあシンプルに話してくれたけど、すごくなんか重みを感じたっていうか、やっぱこうみんな忙しくなったり都合で行かなくなるけど、本当未だに行ってる、10年近くだから、こういう映画っていうのは俺らが見るのとはまたちょっともしかしたら違う肌の感じはあるだろうし、なんかそういうボランティアで来てくれてる人がそういう個性豊かな面々が多いよね。まあ俺は役者、日シャンは社会人だけどその毎週そういうの行ってたり、こう
占いをやってるっていう女の子もいたななんかあとその後移住したとかいう女の子もいたし、そういう人たちとも交流してもらうのもこのウパフの良さなんじゃないかなと思います。だから、まあ、例えばやけど今僕が言った日シャンのそのボランティアの話とかも聞けるっていうのはね、すごく僕たちにとっても貴重なんじゃないかな。そういう日シャンに会いに来るのもウパフの楽しみだと思います。じゃあ今日もたっぷり俺は喋ったんで、最後日シャンが締めてください。はい、2020年ウパフ夏で宇野で開催するのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。